はい、皆さんこんにちは、ミニッツ開発リーダーの岩崎です、今日はですね、前回のブログの続きということで、予告があったかと思うんですけれども、前回私がですね、MR03 エボシャシのナローとワイドの2種類からですね、ボディの適合というのをご案内したかと思うんですけれども、今日はちょっとこちらのナローシャーシに特化した案内でお知らせしたいと思います。で、題材に今回、この前回も登場したんですけど MR03 エボの、ナロー MM2 という、シャーシーセットを持ってきました、こちらを題材に、このシャーシーをご購入された場合ですね、どういった感じでボディを選べばいいかというのを、紹介いたします。なので今日はですね、このナローシャーシーのみの話題となります。まずサポートページの話を前回、したんですけれども、ようやくですね準備が整ってサポートページからですねボディの適合を見れるようになりましたので、まずはちょっとどこからまずそれを確認できるかというところをご案内いたします。はい、こちらですね、協商のホームページのトップ画面ですね、見えますか。RC のトップなんですけど、まずこのとこのこのサポートというここがあるんですけども、ここに行っていただいて、お客様相談室というところをクリックしていただいて、ここにですね、ミニッツサポートページというのがあります。そして、ここの新しく追加になったここですね、この写真が入ってない文字だけのここです。この MR03 エボ、MA03 エボという書いてあるここに入ってください。そうすると、このボディ適合表というのがあってですね、これ一番上です。ここですね。で、今回この03のシャーシーなんで、この03エボというところをクリックしてください。そうするとですね、ちょっとこの文字だらけのもの出てくるんですけど、まずここから、ちょっとこれページものになってるんですけど、一番上は書いてある通り、このワイドの MM というものなので、今回は、見ていただかなくて大丈夫です。で、ずっといくと、こちら1個、ワイドの MML っていうのもありますけど、ここも飛ばしていただいて、今回、ここです。ナロー MM2 シャーシー。で、この4ナンバー32791とかあるんですけど、ここはですね、シャシーセットの品番になってます。で、今回この20周年がですね、ちょっとまだ箱をお持ちの方がいるかわからないんですけど、ここに32796という番号があるんですけど、ここに32796がありますね。はい。で、この1、2、3、4、5種類のシャシーセットがですね、すべてこのナロー MM2 で組まれているシャシーセットになります。そこで、見ていただくと、このようにですね、ボディの車種の名称と、一番左にですね、オートスケールコレクションの品番があります。そしてですね、今回はそのナロー MM2 にそのまんまポン付けで乗るボディということで、一切加工しないで乗るというところで、この黄色いラインの上ですね、日産 GTR の R35、32、トヨタの86、同じく86の MF ゴーストっていう4種類。今現在、おそらく普通に買えるであろうラインナップはですね、実はこの4車種しかないです。過去に売ったボディなんかも適合するものあるんですけど、ちょっとその辺はですね、現在新品で普通に手に入るものではないので、今ちょっとこの表からは省いてます。またそれはですね、ちょっと別の機会で、ご案内いたします。で、この黄色いラインより下はですね、今回はホイールをそのまま使うという前提のオートスケールで話を進めますので、ちょっと一旦忘れていただいて大丈夫です。で、この4つの中からですね、今日はこの、MZP155MF というこのトヨタ86の MF ゴーストというこちらですね、まさにこの、シャーシーですねシャーシーじゃない、ボディですね、こちらのボディを実際に、このシャーシーに乗せてみたいと思います。それがですね、このまんま乗る組み合わせになりますので、基本的には一切加工がいりません。はい、こんな感じで、どのボディを乗せるかを選んでいただくと、それぞれのシャーシーにですね、
このシャーシーに適合のボディという感じで載ってますんで、今日はナローやりますけど、次回以降ですね、こっちのワイドとかも説明しますので、今日はまずこれを載せてみるというところから、ご案内いたします。はい。では早速いきたいんですけれども、ナロー MM2 というこの状態で、幅がナローでホイールベースが L の 94mm という仕様になります。でこれもですね、前回ご紹介しましたけども、この MR03 のナローの RM と書いてあるものが、ホイールベース 94mm の、この MM2 に適合するものになります。はい。早速ちょっとこれ出していきますけれども、オートスケールこういうふうに、下が止まってるんで、これを外していきます。はい。ボディですね、こういう感じでついてるんですけれども、この横をですね、こう広げていただいて、手前に持ってきていただくと外れるようになっています。構造としてはですね、この前にこう刺さって、ここの受けでこう挟んで止めているので、ちょっとこう開いていただいて取るという構造になります。次にですね、このボディマウントというのがシャス別にありますので、これを取ります。これがないとですね、つかないので、これもですね、ボディマウントが必要になるので取っていきます。はい。次に、ホイールなんですけれども、こちらですね、キャップで、こういうふうにちょっと圧入でついてるだけなので、引っ張ってもらうと、このように取れます。そして、ちょっとオートスケールだけなんですけど、横からですね、ナットというか、これ止まってますので、これはちょっと使わないので、置いといていただけると、いいです。はい。で、このリアホイールとフロントホイールは幅が違うので、間違わないようにしてください。はい。ではですね、まず、ホイールからつけていきます。シャシーセット、このようにですね、ベアリングとかがついている状態で、梱包されてますんで、まずはですね、ナットを取って、ナットを扱うので取っておいてください。で、ベアリングが2個あるんですけど、このフロント用の細い方のホイールですね、これの内側と外側に、ベアリングを、この、セットの中に入ってますけど、ホイールレンチで押し込んでいただくといいかなと思います。ベアリングをですね、まっすぐ押し込まないと入りづらかったりするんですけど、きっちり入ったことを確認して、取り付けます。はい、次にナットなんですが、ナットですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こう上に段があると思うんですけど、ちょっとこういうふうにですね、段がある方が、車体のベアリング側ですねになりますんで、つけていきます。これもですね、なかなかちょっと締めすぎると回んなくなっちゃうので、こっち方向ですね、こっち方向にガタが出ないぐらいまでは締めたいんですけれども、締めてってガタがないんですけど、これ周りが悪いですよね。ここからですね、ちょっと30度ずつぐらいですね、8分の1回転ずつぐらい緩めていただくと、このように回るようになりますので、このぐらいで大丈夫です。ちゃんと回る、かつここのガタも、最小限というところを目指してください。次にですね、後ろになります。これ1輪ずつやっていただいた方が間違わなくていいと思います。というのも、後ろはですね、ベアリングが入る方とスペーサーが入る方で異なりますんで、今右を組んでますけど、右側は、ベアリングがあります。はい、でここで、ワイドの方のリアホイールを使います。でベアリングを入れるのがですね、この内側ではなくて、今度は外側になります。はい、
内側ですね、こちらのボールデフにすでに1個ついてますんで、これがそのままつくようになります。はい、こんな感じでですね。で、リアはですね、シャフトに対して視点がフロントと違いますんで、回転の確認というか、これはですね、止まるまで締めちゃって大丈夫ですね。あんまりギューってやるとねじ切っちゃうので、普通に締めていって止まるところまでですね、タイヤを押さえてというところです。はい。次ですね、今度、左の後ろをつけます。ここも、ちょっと注意が必要で、2種類のこのプラスチックのスペーサーがついてるんですが、実は、このようにですね、内径の穴の大きさが異なります。これをちょっと注意していただいて、この内径の大きい3ミリの方ですね、3ミリの内径の方がホイールの内側になります。で、ちっちゃい2ミリの内径の方がですね、外側になります。逆に入れちゃうと装着できないので、これは分かるかなとは思いますけれども、間違いないようにしてください。ナットもですね、なかなかちっちゃくて大変なんですけど、先ほども言ったようにですね、段付きのある方を、車体側に入れて、装着します。で、残る、左側の前輪ですね。順番はどこからやってもいいんですけども、一輪ずつやった方が間違いないかなと思います。はい。前輪はですね、ちゃんとこのように回るのを確認して、回るところでですね、緩めてください。次に、この先ほどオートスケールコレクションのシャーシから取った、マウントなんですけど、シャーシ側の方にですね、ビス、あらかじめついてますんで、一回このビスを外してください。でこの時ですね、このスプリングを押さえてるパーツが取れやすいので、取らないように注意してください。取っちゃうとスプリングがばらけちゃうんで、ちょっと気をつけてください。このパーツですね。このパーツちょっと別体になってて、勢いよくねじピッてやると一緒に外れちゃったりするので、この状態であれば大丈夫です。ここでですね、このボディマウントの、内側の穴ですね。内側の穴とこのシャシー側から出ている突起を、合わせます。これもですね、つくようにしかつかないので、こういう感じですね。内側の突起に、穴がしっかりあって、外側の穴2個で留めます。これはもともとシャーシーから外した方のビスを、使ってください。はい、こんな感じです。ここもですね、あんまりぎゅうぎゅうに締めちゃうと、プラスチック、壊しちゃうので、普通に締めていって止まるところまでという感じです。これでもう搭載準備が整いました。シャシー側には一切加工を加えてないので、この状態で、このボディマウント、フロントからですね、ボディ側のこの四角い穴に合わせて差し込んでいただいて、ちょっとですね、この横を広げていただくとこのように入ります。で、実際ですね、このボディマウントの白いこのサイドボディマウントですね、サイドマウントの突起とシャシー側にはこうくぼみがありますんで、そこを左右合わせていただいて、確実についていることを確認してください。ちょっとちゃんとついていればこのように左右とか上下とかにガタもなくですね、基本はこのように水平に取り付くようになりますので、こんな感じでですね、しっかり乗るようになっています。はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、ナロ MM2 シャーシーにトヨタ86のボディを載せようということでやりました。
で基本的には、今回86を使いましたけど、先ほど適合表にあった R35 ですとか R32 とかのボディでも作業の仕方は全く一緒なので、ご自分のですねお好きなボディを探して同じ方法で搭載してみてください。はい、次回はですね同じなんですけどもワイドシャーシの方の説明とですね、紹介をしたいと思います。はい、ちょっと久々に長編になってしまいましたけども、ありがとうございました。